はい、どうもこんにちは。今回はですね、デスク周りのアップデートがありましたので、ご報告なんですけど、皆様、エイムチェアというゲーミングチェアね、ご存知でしょうか？ゲーミングチェアというと、やっぱりレーシング系のチェアをね、思い浮かべる方も多いかと思うんですけれども、あれはあれでね、とてもいいチェアでありまして、デザイン性が優れているチェアではあるんですけれども、やっぱ物によってはね、結構合う合わないがあったりして、長時間での使用っていうのはちょっとね、お尻が痛くなっちゃったりとかするケースも中にはあったりします。長時間座りっぱなしになるようなゲーマーさんだったりとか、普段はね、リモートワークでずっと日中座ってて、同じ椅子を使ってね、夜はちょっとゲームもします、みたいな。そういった長時間での使用に関しては、個人的にはオフィスチェア系の椅子の方が、体への負担っていうのはね、少ないのかなと思っています。ただ、オフィスチェアになるとですね、デザイン面がちょっと残念な部分があったりとか、あと、めちゃくちゃ価格が高くなってしまったりとかがあってですね、ちょうどいい中間に位置するチェアって、まだまだね、少ないのかなと思っておりました。このエイムチェアさんはですね、そこのニーズを満たしてくれるゲーミングチェアをね、今製造販売してくれているメーカーさんでございますね。嬉しいことにお声掛けいただきまして、実際にね、使用させていただいております。あとね、組み立ても比較的シンプルで、30分ぐらいでね、完成することができました。すでにもう1週間ほど使用させてもらってまして、実際に感じてみて良かった点とか、あと使ってみてちょっと気になった点とかね、その辺をお話しさせていただきまして、今購入検討されている方にね、ちょっとでも参考になれれば嬉しいかなと思っています。はい。ではね、早速お話をしていくんですけど、まずざっくりね、概要だけお伝えすると、このチェアはですね、ゲーミングチェアではあるんですけれども、機能面的にはほぼほぼね、オフィスチェアとなっていまして、背面はね、メッシュ素材になっていたりとか、あと、シンクロロッキングに対応していたりとか、オフィスチェアにおけるミドルからハイモデルぐらいの機能がですね、実はもう揃っているチェアになっています。じゃあね、ゲーミング要素どこだよと言われるかもしれないんですけれども、それについてはね、いろいろと解釈あるかなとは思うんですが、自分としてはですね、2つほどあるかなと思っていまして、まず1つ目はね、このデザイン性がかなりいいことを見てもらったらわかると思うんですけど、シンプルではあるものの、大きすぎず小さすぎず、カラーリングとかもね、しっかりと統一されていまして、このモデルはですね、ブラックのモデルになっているんですけれども、他にもカラーはですね、ホワイトだったりとか、あとオールホワイト、といったモデルが発売されているんですけれども、どのモデルもですね、デスクにマッチするというか、デザインのね、細部へのこだわりっていうのがね、見れる、そんなね、チェアになってるかなと思っています。で、もちろんですね、オフィスチェアの中にもデザイン性の良いチェアはあるんですけれども、安価なモデルで探していくと、どうしても足の部分がね、シルバーになっていたりとか、統一感がなくてですね、レバーの部分がちょっとチープだったりとか、そういうね、ちょっと妥協しなきゃいけない部分っていうのがね、どうしても出てくるケースがあるかなと思っています。その辺のね、見た目というか、デザイン性のね、部分が、やっぱゲーミングチェアのね、要素の一つなのじゃないかなと思っていますね。そしてですね、二つ目の要素っていうのが、ゲームにおいて必要とされる機能面が充実している。代わりにその他のオプションについてはね、よくオフィスチェアで見られるようなオプション、いろいろあるんですけど、その辺の、あんまりゲーム用途にあんま使わなそうだな、みたいなオプションをね、極力省かれていまして、やっぱそのシンプルさと、比較的手の出しやすい価格帯に収めてくれているっていうところがですね、結構ポイント高いかなと思っています。やっぱ設計された方がゲーマー目線でね、デザインしてくれてるんじゃないかなと思っているので、これゲーマー目線であったら嬉しいなってものはちゃんとあって、で、この機能は別に使わなそうだな、みたいなオフィスチェアの機能はですね、結構省かれていたりとか、その辺がですね、ちゃんとしっかり意図が見えてくるようなチェアかなと思いますね。はい。で、そしてそんなゲーミングチェアであるエイムチェアなんですけれども、実際に1週間ほど使ってみて感じて良かった点っていうのをね、今からご紹介したいと思います。まず一つ目がですね、こちらのやっぱサイズ感っていうところですかね。幅が約65センチほどで、奥行きがだいたい68センチほど。高さが調節できて、113センチくらいから123センチぐらいまでね、調整することができます。で、座面の幅と奥行きがだいたい50センチほどとなっていまして、座面の高さは約43センチから53センチと、日本人向けに設計されていまして、足をしっかりと地面につけることができるようになっています。あと、低めに設定したテーブルとかにもね、干渉しない
比較的にコンパクトなデザインになっていますね。なので、部屋への圧迫感っていうのが少なくて、すごくね、使い勝手の良さをね、感じました。2つ目の良かった点がですね、こちらのメッシュ素材とウレタンフォームの、組み合わせで構成されているということですね。メッシュ素材はやっぱその通気性の良さから、夏場に置いてるとね、すごく重宝するんですけど、座面がもしね、メッシュだった場合、どうしても真ん中に向けて座高がね、高くなっていくような仕様になりがちかなと思っています。でそうなると、いわゆるもも裏へのね、負担っていうところが出やすい形状になっているかなと思っています。もちろんそれじゃないチェアもあるかと思うんですけど、比較的にそのメッシュ素材の座面ってなると、そういうケースが多いかなと思っています。その点でこのウレタンクッションに関しては、高さを抑えつつ、あとお尻とかもも裏のね、負担っていうのを軽減できますので、個人的にはね、この形式がね、気に入っております。はい。で、そして3つ目がですね、適度なロッキング角度とリクライニングへの切り替えっていうのがね、すごく容易なことですね。最大に123度まで傾けることができるので、かなりね、ゆったりと使うことができます。ここまでいきますね。はい。こんな感じですね。例えばね、このアケコンなんかをね、こうやって膝置きして使う場合、前傾姿勢というよりかは、ちょっとね、背もたれを開けて、ここのスペースを確保したいんですけど、そうなった時に、すぐにね、この適した可動調整っていうのができますので、かなりね、重宝するかなと思います。あとですね、この左側にある、こっちの側のですね、レバーを、これをですね、切り替えすることによって、リクライニングとロッキングをですね、簡単に切り替えることができます。で今ね、このフリーで使えるようなロッキング機能にしてるんですけど、これをロックすることによってですね、ここでまず1段階固定できるのと、よいしょ、2段階目、ここまでいけますね。で、3段階目はここまでいけて、最大ここまで。この背もたれの角度をね、固定することができるんですよ。回すだけでその切り替えができるということになりますね。で、この背もたれの部分の設計って、やっぱチェアによるですね、良し悪し、性能の良し悪しが出やすい部分なんですけど、これね、かなり使い勝手のいい部類に入るかなと思っています。4つ目のいいところが、このアームレストと、このヘッドレストですね。アームレストはですね、高さの調整はもちろんのこと、あと前後での調整だったりとか、角度の調整できるようになっていますね。あと、ヘッドレストについても、実はここね、動きまして、こうやってね、約4センチぐらい高さ調整することができます。頭の位置に合わせてね、調整することができるようになっています。正直な話、この辺のアームレストとかヘッドレストに関してはですね、もっと細かく調整できるモデルっていうのがあったりしますし、特筆して高機能だというわけではないんですけれども、なんていうかな、このエイムチェアさんのこの辺のサポート機能のところ、なんかバランスがすごく良くてですね、主張しすぎない控えめなデザインの中で程よく調整ができるっていうね、そういった部分がポイントになっているのかなと思いますね。あとはね、細かい話ではあるんですけど、座面のね、前後っていうのもできるようになっていますし、あと、レバーの形状が左右対称でして、機能性とデザイン面っていうところがね、ほんと両立できているのかなと思います。はい。では、ここからはですね、逆に、気になった部分っていうところもね、ご紹介できればなと思っています。はい。気になった部分ね、一つ目が、ここ。ランバーサポートですね。はい。もともとこの部分にフィットするようになっていて、ある程度はね、支えてくれます。しっかりと。支えてはくれるんですけれども、ここの調整がね、一応ね、この背面レバーで高さをね、変えることができるんですけど、これでね、体感できる調整幅がちょっとね、控えめすぎるなという気がしましたね。デフォルトの位置で問題なければね、全然気にならない部分ではあるんですけど、座った時の姿勢維持なのにね、やっぱ重要な部分ではありますので、この合う合わないっていうのが出てくる可能性がね、この調整幅が少ないことによってあるなというふうに思いました。あと、二つ目がですね、ウレタンフォームの座面を、これね、
この硬さがですね、ちょっと硬めに設計されてるなというふうに思いましたね。いろんなオフィスチェアを座ってきた経験からするとですね、ちょっと比較的ここ硬いなと思いました。ここはね、なのでもう少し柔らかくて厚みのあるクッションだったらなお良かったなというふうに思いますね。とはいえですよ。5万円以下で購入できるモデルとしてはですね、デザイン面や、機能面っていうところでかなり優位性があるかなと思いますし、ゲーミングチェアとワーキングチェアのね、良い部分っていうのがね、合わさって作られているようなチェアだなと思いますので、今ね、ゲーミングチェアをお探しの方、あとは安価に購入できるオフィスチェアとかをお探しの方はですね、ぜひね、選択肢に入れていただければいいんじゃないかなと思います。あと、オールホワイトとかのね、カラーも実物見てきたんですけど、理想的な白色でしたし、ホワイトデスクを目指している方なんかもね、ぜひ良いモデルになっているかなと思いますので、チェックしてみてください。はい、ということでね、こちらのチャンネルはこういったデスク周りのガジェットだったりとか、あとは撮影機材等々のご紹介をしているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコメントなんかもね、いただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。